刺繍枠使わんと手がつりそう。左手が痛い。万じまして、クラフト探索です。今回はデアゴスティーニの楽しいムーミン刺繍を紹介します。こちらは探索団のアッポンさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。2023年の11月14日に試験販売が始まりました。ムーミンキルトが終わりそうなので、こちらが次に全国販売になりそうですね。このチャンネルでは可愛い系のデアゴスティーニさんやアシェットさんのパートワークを中心に紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは創刊号は490円ですが、総額はいくらになるのか、何号で完結するのか、どんなものを作っていくのかを紹介します。頑張っていきます。2つの刺繍プロジェクトで楽しむムーミン物語の世界ということで、12ヶ月分のタペストリーと、それから小物を同時進行で作っていきます。まず1月から作っていくんですけど、1月はムーミンがスキーをしていて、この雪だるまをパンチニードルしていきます。でこれが完成サイズが25センチ ×25 センチで全10回で完成します。三村姉さん逆さまになっちゃうね。そしてこの1月とジャニュアリー、これは自分で選ぶそうです。2月は青と白、どういう布かわかんないんですけど、青いの貼ってるんかな。ムーミンハウスに雪が積もっております。これは花火がスパンコールやビーズで作られています。ビーズも刺繍していくんだね。全9号で完成します。3月も雲をパンチニードル使います。3月は緑の布なんですね。そして4月はピンクの布で、このリボンをなんか刺繍じゃなくて布を使ってるみたいです。5月は多分このオレンジの虎とかはフェルトかなと思います。6月はラメ入りの糸を使ってるみたいです。ラメ糸の取り扱いが難しいんだけど、あとこの水たまりがね、オーガンジーが使われています。7月は段染めの糸っていうのを使ってるみたいです。イルカのグラデーションに。そして8月はロープを使っています。ロープ縫い留めるんかな、カラーのロープ。9月は多分フェルトの布なのかな、なんか布をアプリケしています、お馬さん。そして10月のこの果実パンチニードルで作っています。で11月はボタンをね、いろんな可愛いカラフルなボタンが使われています。で12月はウッドビーズ、木でできたビーズを使っています。ということでいろんなパーツを使って作っていきます。はい、タペストリーはこんな感じで12枚作ります。この枠は別売りで発売するみたいです。次に小物ですが、巾着3つ、スマホクッション、お出かけポーチ、スマホポシェット、バネ口ポーチ、ぺたんこポーチ、ティッシュケースとミニハンカチ、トートバッグ、ガマ口ポーチ、ミニフレーム、ス
クエアボックス、タブレットケースバックインバッグ、それからこのリトルミーのマルチクロス、これを1、2号で作るそうです。結構小物はムーミンキルトで作った同じのがありますね。マガジンは12ヶ月のタペストリーのコーナー、小物のコーナー、それからムーミンに出てくるキャラクターのプロフィールやエピソードを紹介しています。それでは創刊号は何が入っているでしょうか。見ていきましょう。はい、創刊号に入っていたのがこちらです。これが1月のタペストリーです。この布自体は47センチ×縦47センチあって、なので余白はねめちゃくちゃいっぱいありますね。で、ここの完成自体が25センチ×25センチみたいです。すでにここに図案線があるんですけど、これは水がついても落ちないインクで書いてあります。次にフランスの DMC 刺繍糸が入っています。9番の茶色と150番赤っぽい色と729番の黄土色っぽい黄色っぽい色と921番のオレンジ系の色がついています。そして手縫い糸がこんなにたくさんあります。そして針は長さの違う刺繍針が2本と手縫い針が1本入っています。はい、続いてこちらのマルチクロスなんですけど、なんとアッポンさん刺繍までして送ってくれました。もうね、完成したものをね送ってくれました。ありがとうございます。大きさはね、こっちにもかわいい。うわー、ありがとうございます。38×38 センチです。うわー、上手だな。1種類の刺繍糸でこうやってますけど、これねすごいです。でこっちは全くプリントされてなかったみたいで、なんかこれどうやって作ったんでしょうかね。こんな図案があったんでしょうか。アッポンさんオリジナルなんでしょうか。めちゃくちゃ上手に刺繍してくれました。はい、それからこちら、これはね糸巻き型のカードということで、これを切ってこの糸を巻き巻きするようです。それからパンチニードルペンを使うとき、刺繍糸を一旦すべてこのカードに巻き直しておくと作業がスムーズ。切り離して使ってね。裏に色番号を書いておくと便利です。1個作ってみようか。全部ね可愛い絵が描いてあります。はい、ミシン目があったらよかったけど、ハサミで切る感じです。ぐる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 っとして、ムーミンハウスのお家の形になってるんですね。なんかこれいいやり方ありますか？これでいいの？結構長いね。何センチあるんだろうね。当分使えます。右手の方がいいか。で最後は切り込みに入れると。なんか名前はオレンジ系っていう名前らしい。オレンジって書いておきます。はい、こうやって使います。いいね。で今回こちらのマルチクロスはアッポンさんが作ってくれたんですけど、実際は写真でこう作り方が載っています。で1号でできるのは周りを刺繍してお花刺繍して完成になっています。で2号でミーを刺すっていう感じになってるみたいです。それではこっちを私は進めていこうと思います。
まずこのタペストリーの全体に巻きかがりをします。これほつれてきちゃうので、この手縫い糸を使います。これどうやってやるの？これかな？これだ。で、私はこのいつも Y 字針を使っています。この Y 字針ね、めっちゃ便利で、かけてピッとしたら入ります。カッターで切れ目を入れて、でここに留めときます。最初は玉結びして、角から等間隔に巻きかがりをしていきます。合ってる？違うか？引っ張りすぎない。引っ張りすぎた。はい、巻きかがり。全然等間隔じゃないんですけど、できました。そしたら茶色系の DMC09 番、適当に何センチか切って、でこれ6本になってるので2本取り、ここから2本取ります。でこうやって取ると簡単に取れます。でこれも1本ずつにします。でまっすぐにして、この Y 字針に刺します。この Y 字針すごい便利なんですけど、概要欄に探索が使ってるツールリストがありますので、気になった方は覗いてみてください。まずはムーミンの尻尾から、この長い方と短い方があるんですけど、ここから刺していきます。最初はステイトをします。でラインの上の方がいいです。穴が開くので。8センチぐらい残す。ここから出します。でアウトラインステッチをしていきます。先に出して同じとこに入れて、糸は常に下です。ステイトこっちにすればよかった。半分戻る。そしたらひっくり返してバックステッチで刺していきます。先に出してバックで、次はこっち行きます。はい、尻尾が刺せました。アウトラインステッチはね、刺繍枠ない方がいいけど、バックステッチは刺繍枠がないとちょっとガタガタになっちゃいます。で最後は裏に糸をこうジグザグに絡めます。で根元で切る。ステートしてた分もジグザグに絡めます。で根元で切る。次に同じ色でここバックステッチして、細かいとこはバックステッチ、このラインはずっとアウトラインステッチしていって、お腹いって、もう一回足ちょこんとやって、で手やってバックステッチ、それから顔をずっとアウトラインステッチしていって、耳いって後頭部までがずっと同じ色です。
はい、こう来て耳から行くって言ったけど結局こっちからこういっちゃいました。あとは手を縫います。バックステッチするときは刺繍枠をした方が楽ちんです。はい、これでこの茶色は終わりです。はい、次はオレンジ系の DMC921 を2本取りにしてスキー板を刺していきます。スキー板は新しくアウトラインフィリングステッチっていうので埋めていきます。初めて聞く名前。最初に周りはアウトラインステッチしていきます。それでここにね、こんな影っぽいプリントされてるんだけど、ちょっとこれが気になって、これ最終的にどうなるんかなと思ったんだけど、これはね、この色を活かして、あとこの辺はステッチしていくみたいです。これ誰だろう。なんかちょっと新しいですね。じゃあまずこれは普通にアウトラインステッチをしていきます。ここは角の刺し方をします。ここはバックステッチ。刺繍枠使わんと手がつりそう。左手が痛い。はい、できました。そしたら裏から糸通してまたここまでいきます。はい、ここから新しいアウトラインフィリングステッチになるんですけど、ちょっとね、説明書読んでもよくわかんなくて、結局ただのアウトラインステッチで刺し埋めていくっていう感じみたいです。平行にこの1回目やった分と平行に刺していくっていう感じでしょうか。なんか別にアウトラインステッチの特別な縫い方というわけではなさそうです。実は違ってたらすみません。アウトラインフィリングステッチの特徴はこうだよっていうのがわかる方いたら教えてください。多分ただのアウトラインステッチで埋めるよっていうだけのことだと思いました。できた。創刊号ではムーミンの輪郭とスキー板を縫いました。取説がすごい分かりやすくて、最初に今回何が入ってるよ、どれを使うよ、そして今回はここを縫うんだけど糸の色も書いてあって何ステッチか書いてあるので、写真とここから刺し始めるんだよっていうことが詳しく書いてあるので、すごい分かりやすいです。
カーブは半時計回りに刺しましょうとか、足とお腹が離れないようにお腹のステッチの下から斜めに針を出しましょうとか、ポイントも書いてあってすごい丁寧です。そして QR コードで動画も見ることができます。それからステップごとにこの色を何本取りだよ、どの針だよっていうのがここに書いてあるのがめちゃくちゃ分かりやすかったです。はい、全10回でこれができるので、そんなにまだ進めてないかな。練習って感じですね。基本を指しました。それでは2号以降の紹介です。2号ではこのスターターキットで練習布と刺繍枠がついています。刺繍糸が3色とミーのマジックペーパーがついています。2号でリトルミーのマルチクロスが完成して、3号でスナフキンのフレームが始まります。4色の刺繍がついていて、緑のフレームがセットになっています。4号でボンドと刺繍糸が5色ついていて、刺繍の基本ノートがついています。スナフキンのフレームが完成して、5号ではムーミンのスマホクッションが始まります。刺繍糸が4色ついていて、パンチニードルとパンチニードル用の糸通しがついています。5号まで結構豪華な付録がついちゃうね。定期購読を申し込むと読者全員プレゼントで、25号までの応募券を集めると刺繍糸と収納ボックスの糸巻きももらえます。これでも100個収納可能、100個ついてんのかな。でハサミで全部切らんといけんかったら大変だよね。いやでもなんかハサミで切るっぽいな。っていうことはこれが何枚も届くってことかな。可愛いですけどね。それでは気になる総額です。楽しいムーミン刺繍は全部で100号で完結となっています。各週間なので完成まで4年とちょっとかかります。長いですね。金額は創刊号が490円、2から100号が1499円で、総額は14万8891円となっています。金額はすべて税込み金額です。試験販売から全国販売になったら金額が変わることがよくありますので、参考程度にしてください。それから専用のマガジンケースの金額は未定でした。いやー4年間なので本当にコツコツと末永く楽しめる感じですね。今回は楽しいムーミン刺繍の内容と総額いくらの紹介でした。内容は刺繍で楽しむスヌーピー&フレンズのこのタペストリーと全く同じ進め方で、タペストリーと小物の同時進行です。そして刺繍糸も同じフランス製の DMC でした。ただトリセツはムーミンキルトみたいに初心者に優しい感じです。こっちはね説明がねなさすぎて上級者向けなので、こっちの初心者向けと同じ感じです。ボタンとかロープとかパーツ使うのも可愛いし面白いなと思いました。楽しいムーミン刺繍の試験販売の1号の紹介でした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、いいね評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。クラフト探索でした。だんだんまた見てね。